皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally のふみです。このポッドキャストでは中級者、上級者向けに日本語や日本文化を紹介していきます。料理をしたり、運転をしたり、何かをしながら聞いてください。シャドーイングに使う場合には、音の高低、つまり音の上がり下がりにも注意してシャドーイングしてみてください。英語の字幕が見たい人は YouTube チャンネル Speak Japanese Naturally Podcast から設定で出すことができます。毎週木曜日夜7時更新です。ぜひチャンネル登録して聞いてみてください。はい、ということで改めましてこんにちは。皆さんお元気でしたか？私の方はいろいろ考えるところがあったんですけど、ちょっと皆さんに聞きたいことがあって、それを今日のテーマにしました。良くないことが起こった時の考え方で、日本人がよくすると思われる考え方があるんです。それを皆さんの国とか文化でも同じような考え方をするのかどうか知りたいと思っています。なので話を聞いた後、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。はい。で、何の話かと言いますと、先週のポッドキャストで、サッカーの試合に息子を連れて行って、試合が始まるまでそこでスクリプトを書いていた話をしました。で、実はその後、その試合中に息子が怪我をしたんです。ただその怪我っていうのは、誰かとぶつかったりしたわけじゃなくて、走っていて方向を変えようとした時に一人で転んだそうです。サッカーって相手とぶつかったりして怪我をすることはよくありますが、一人で転ぶってなかなかないのかなっていうふうに思います。で、その時はすぐ試合から抜けてコーチがテーピングをしてくれました。足が動かないように固定してくれた。固定するっていうのは固めるってことなんですけど、テープでぐるぐる巻いて足が動かないようにしてくれたんです。で、固定してくれたんで多分痛みもそこまでではなかったみたいで、病院に行ったのは、週明け月曜日でした。そして、その月曜日に病院でレントゲンを取ったら、骨が折れていて全治1ヶ月と言われました。全治というのは完全に治るという意味で、今みたいに全治何ヶ月のように使います。で、息子はほんのちょっと前にも肘が外れて、肘って手の真ん中にある関節ですね。肘が外れて、それも治るのに1ヶ月ぐらいかかって、やっと普通に試合に出れるようになったばっかりでした。なので、息子はかなりがっかりしていたんですね。で、その息子に夫が言ったのが、これはきっとママを助けたんだよってことでした。ママが、おばあちゃん家に行くのに運転で事故るかもしれなかったのを、まーちゃんが怪我をすることで防いだんだよというようなことを言ったんです。まーちゃんっていうのは、息子のことです。あと事故るっていうのは事故を起こすとか事故に遭うとかの話し言葉です。話すときは事故るってよく言います。で、夫が私のことをママって呼ぶのは日本人の夫婦の関係性でよくあるんですけど、子供の前でお互いのことを子供の目から見た時のそのパパ、ママって呼び合ったりするんですね。あと、それと同じでおじいちゃんおばあちゃんって、例えば私の母のことを私がおばあちゃんって呼んだりするんですね。で、そういうのがよくあるんで、この時ママがって夫が言いました。
で、その試合は土曜日だったんですが、次の月曜日から一泊、月曜日、火曜日って私は実家に行こうと思ってました。実家っていうのは自分の両親の家のことです。で、特に家を出た後に使います。一緒に住んでいる間は使いません。で、実家に行こうと思った理由は、父がちょっと前に具合が悪かったって後から聞いて、顔を見てこようって思ったんですね。で、実家まで車で休まないで運転して2時間半ぐらいかかります。だから気をつけて運転しないとなって私もね、思ってたんです。どうもこのところ疲れていて、運転に集中できない感じがあったんです。で、それが息子が怪我をして、しかも足なんで、学校まで、朝と夕方、車で送迎する必要ができたんです。だから、実家には行けなくなりました。うちの両親が、来るのは今度にして、息子の送迎をしてあげてって言ったんですけどね。で、実家に行けなくなって残念だったんですけど、ちょっとほっとした部分もあったんです。なんかね、本当に疲れてたんですよ。で、なんで夫が息子の怪我を私のために怪我したと言ったとき、そうかもしれないなってちょっと思ったんですね。確かになんか事故るの怖いなっていうか、事故らないようにしようってわざわざ思うくらいには気にしてたんです。だからちょっと納得したんですよ。で、そう思いながらも、そんなわけないんじゃないかなとも、やっぱりちょっと思ったんですよ。だって、科学的じゃないですよね。この考え方は。で、その時に、この考え方ってもしかして日本的なのかなって思ったんですね。どういうことかっていうと、何か思い通りにいかないことが起きた時、それを別のことと結びつけて逆に良かったと思おうとする考え方です。慰め方って言ってもいいかもしれないですね。で、例えばよくあるのが、子供が受験に落ちた時、受験って大学受験とか高校受験とか入る前に受けるテストですね。で、受験に落ちると、きっとその学校は何々ちゃんに向いてなかったんだよって言って、滑り止めで受かった方の学校の方を、きっと向いてるってことだよって言ったりします。滑り止めっていうのは、一番行きたい学校に落ちてしまった時のために受けておく学校のことです。滑るっていうのは、例えば氷の上とかが、あれ、つるつる滑りやすいんですけど、そこでつるって滑ることですね。それが滑る。で、止めっていうのは何々しないようにするってことなので、滑り止めっていうのは滑らないようにするってことです。で、受験に滑るは受験に落ちるという意味です。だから受験の前はよく滑るとか落ちるとか言っちゃいけないってね、よく言うんですけど、それが滑り止めですね。で、一番行きたい学校に落ちるとすごくショックですよね。で、親が慰めるときに、きっとあっちは向いてなかったんだよって。こっちの方が向いてるから、こっちで頑張りなってことだったんじゃないかな、という言い方をすることがあるんです。で、こっちの方がいいとか、こっちの方が向いてるからこっちで頑張りなって、じゃあ誰が言ってたのというと、私たち人間を超えた何かですね。そういう大きなもの、運命かもしれない。なんかそういう大きな何かがこっちの方がいいよっていう方向性を示したってことです。一番行きたかった学校は落とすことでね、こっちがいいよって言ったってことです。で、他には例えば何かコンサートなどのチケットが取れなかったとします。そしたら、今回は行くなってことだったのかなって思ったりします。
今は仕事に集中しろってことなのかなって。だから自分がそうしようって思ってても、何かの力がそれを止めた。それが自分へのメッセージだから受け入れるっていうことです。で、人が亡くなるとかね、本当に取り返しのつかないようなことでは、それが運命だったなんてことは、言わないです。そういうふうにはやっぱり思えないですよね。でも、そこまでのことじゃないとき、取り返しがつくとき、でも結構ショックなときは、こういう何かそこからメッセージを取るというか、そうじゃなかった方が良いことだったんだっていうふうに考えるってことですね。で、それによってこれで良かったって自分を納得させるためです。で、本当に小さいことだと道を曲がるところを曲がらないでまっすぐ行っちゃったりしたら、あ、こっちのルートで行けってことかって思ったりもします。自分のミスなんですけど、こっちのルートで行けって自分じゃない何かもっと大きい存在がそうさせてるみたいな捉え方をして、自分を慰めるわけです。良くない経験を前向きに捉えるというのはどこの国の人もすると思うんですよ。例えば、今回は行けなかったけどきっとまた次にもっといいチャンスが来るはずとか、今はうまくいかなかったけどこの経験はきっと後で役に立つはずとか、あとは例えば辛い経験をした時に、同じような立場の人の気持ちが分かるようになったとかで、そういうふうに自分とかその相手を励ましたり前向きに捉えたりすることはよくあると思います。で、もちろん日本の人もそういう考え方もします。ただ今私が日本的なのかなと思ったのは、そういう考え方ではなくて、何かその良くないこと、良くない結果みたいのをもっと大きな存在とか何かからのメッセージのようなものだと捉えるということです。何かに落ちたのはそこに行くなってことだったのかなとか、怪我をしたのはこういう意味だったのかなとか、そういうことです。こういう意味だったというか、怪我をしたことでこれを防いだみたいなことですね。で、そういう考え方って世界中どこでもあるのかなって思ったんです。それともこの考え方って日本的なんでしょうか。これをですね、ぜひ皆さんの考え方を知りたいと思って、今回のエピソードにしました。なんでぜひ国の名前とか育った文化の名前とこういう考え方をするかどうかをぜひコメントで教えてください。本当に興味があります。私の予想ではなんとなく韓国とか中国とか東アジアの人はするんじゃないかっていうこういう考え方をするのではないかっていう気がします。勝手な予想です。でもアメリカとかはしなそうな気がするんですね。どうなんでしょう。これは単なるステレオタイプ的なものの見方でしょうか。で、それ以外の国はちょっとよくね、わからないんですよ、本当に。なのでぜひ教えてもらえると嬉しいです。ちなみに、その息子自身は、自分がお母さんを助けたとか、そういうのはもちろん考えてないそうです。グラウンドがどうもデコボコしているところだったらしいんです。デコボコっていうのは、土が平らじゃなくて、高いところと低いところがあったり、ちょっと穴みたいにへっこんでいるところがあったりするような、ところがあるという意味です。だから、グラウンドが悪くて足を取られたと言っていました。この点、親である夫と私の方が、どうも迷信っぽい捉え方を、している感じですよね。で、確かに
やっぱ迷信だとは思うんですよ。メッセージとして捉えるっていうのが。で、最近他にも自分が結構迷信が勝ったような考え方をしているなって思ったことがあるんで、今からついでにその話をします。ことわざで触らぬ神にたたりなしというものがあります。聞いたことありますか？たたりというのは神様とか仏様とか何か人間を超えた存在によって自分に悪いことが起こることです。だいたい自分が何か悪いことをするから、たたりが起きます。で、触らぬ神にたたりなしは神に触る。つまり近づきすぎると何か悪いことが起こるかもしれないから離れておこう。近づかないようにしようという考え方です。で、これはですね、神様との関係だけじゃなくて、よその人、他人のことに口出しとか手出しをしない方が安全という時にも使われます。余計なことをすると、面倒に巻き込まれる可能性があるから、余計なことはしない方がいいという意味で使います。だから、今では人間同士の関係のことでも使うんですけど、最近実際に触らぬ神にたたりなしって言葉が思い浮かんだことがあるんです。私は前に家の近くで畑を借りていました。で、そこで野菜を育てていました。トマトとか、じゃがいもとか、小松菜とか、いろいろ育ててました。で、その畑は結構広くて、私以外にも何人も借りている人がいました。で、私はもうその畑は5年以上前、もっと前かな、に辞めてるんですが、今でも時々その畑の前の道を通ります。そしたらこの前、久しぶりに通ったら、その畑が売りに出されてたんです。で、ただ畑のままではなくて、4軒分ぐらいの土地に分けて、その境目にはこうコンクリートで塀みたいのも低いですけどね、できてました。で、土地もきれいにされてて、買ったらすぐ家を建てられる状態になっていました。ただですね、その道には道沿いにお地蔵様があったんですね。その田んぼの道に。で、えーお地蔵様っていうのはこう仏教の仏様の一つです。で、だいたい石でできていて、顔があったりします。で、よくね、道沿いにそういうお地蔵様が突然あったりするんですけど、で、そのお地蔵様の周りが、低い塀で囲ってあって、で、その周りにこう家が2軒分の土地があって、で、その後ろにさらに2軒分の土地がありました。つまりそのお地蔵様は、2軒の家の、間に立ってるっていう感じですかね。で、私はそれを見てですね、あの土地は買いたくないなって思ったんですね。お地蔵様っていうのはもちろん悪いものではないんですけど、ありがたいものなので、失礼なことをしてはいけないんです。で、それはですね、迷信だとは思いますけど、罰が当たるかもしれないからです。罰が当たるっていうのは、たたりと似たようなものです。何か自分がそういうお地蔵様に悪いことをすると、たたりがね、起きるというか、罰が当たるかもしれないっていうふうに、やっぱり感じるんですね。だからその、お地蔵様が立っていた土地を切り売りするのも、もしかしたら失礼な可能性もあるし、そしたら買った方にも何か悪いことが起きないとも
言えないじゃないですか。迷信ですけどね。そう。だから私はあそこは買わないなと思ったんです。で、その時に触らぬ神にたたりなしってのはまさにこのことだなっていうふうに思いました。うん。で、あと、息子のサッカーの試合でよく行くサッカー場があるんですけど、そこに行く途中に、交差点の真ん中に、お地蔵様か何かよくわからないんですけど、何かが残ったままの場所があります。で、小さい交差点なんで、危ない感じはないんですけど、それを移動できなくて、そのまんま道を作った、そこに残したまま道を作ったんだなっていう感じです。で、やっぱりみんな動かしたくないんですよ。昔からあるそういうお地蔵様とか、なんかそういう神様的なものを動かしたくないんです。たたりがあるかもしれないからです。えー私ももし建築の仕事をしていたとして、どかしてくれってお客さんに言われたとしても、断りますね。ちょっとかなり抵抗があります。やるんだったらそちらでやってくださいっていう感じですね。私は手を出したくないですっていう。で、私が住んでいるあたりは、ちょっと行くとすごく古い地域があるんですね。で、その辺はこう歩いていると道の横とか、道っ端って言うんですけど、道っ端にそういうのが結構あります。この前散歩していたら、もう短い距離の間にいくつもあってびっくりしました。もう一つのチャンネルの方でね、動画にしようと思いました。新しい住宅街には、さすがにあんまりなさそうな風景だと思うので。で、今日もですね、散歩していたら、また別の道で道っ端に道祖神があることに気づきました。あと前動画にもした道なんですけど、今日初めて、道祖神があることに気づいてびっくりしました。で、石の像があったんですけど、その横の石に道祖神って書いてありました。道祖神っていうのは、道に、祖先の祖、それから、神ですね。で、道祖神っていうのは、大体石でできているんですけど、外から入ってくる悪いものを防いだりしてくれる神様のようです。で、昔の村と村の境、間とか、あとは道に立っていたようです。で、それが今も残っています。で、なんでしょう、お地蔵様みたいにこう頭がと体があるとかのもあるとは思うんですけど、そうじゃなくて単にこう丸い石がこう石の台座の上に乗っていたりするだけだったりするんで、なんだろうって思うんですけど、多分そういうのは大体道祖神なのかなって思います。で、ただ道祖神っていう名前が書いてあるものは少ないんで、それはそう書いてあったんでね、ちょっとねびっくりしました。うん、でそれも突然道端の、線路の脇にありました。でそういうのをどかさない風潮があると思います。で誰もそういうのをたたられたくないから誰もどかそうとしないってことですね。触らぬ神にたたりなしだからです。だから皆さん日本に来た時散歩に行ったらよく道を見てみてください。突然そういう何かなんだろうって思うものがある可能性があります。で、なんだろうって思っても触ったりしない方がいいと思います。触らぬ神にたたりなしです。で、私は迷信は信じない方だと思っているんですけど、今ねこうやって自分で話しながらやっぱりすごく信じてるっていう気がしてきました。で、自分のことを無宗教って思ってるけど、もうこういう生活に深く染み込んだ
触らぬ神にたたりなしとか、良くないことがあったら、何かがそうさせてるっていうふうにいい方に捉え直す。そういうのももしかして、外国とかから見たら宗教みたいなものなのかなっていうふうに思います。結局そういう目に見えない存在を信じてないって言いながら信じている行動をしているわけですからね。ということで皆さん、今日した話、何か悪いことが起きた時にそれを何かがこう言ってるんだっていう風なメッセージとして捉え直す。良くなかったことをいい意味で捉え直す。そういう考え方をするのかどうか、ぜひ教えてくれると嬉しいです。ではここでスーパーサンクスのお礼です。父さんとエドモさん、ありがとうございます。本当にありがたいです。感謝しております。では最後まで聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。また高評価をしたり友達にシェアしてくださった皆さん、ありがとうございます。皆さんが聞いてくださるので楽しく続けられています。最後に一つ宣伝をして終わりにします。皆さんは日本語を話すときに発音に自信を持ててますか？怖い、かわいい、この辺の違いは大丈夫でしょうか？もしもう少し詳しく知りたいなという方のために、私はサブスクコースで日本語の発音、リズム、ピッチアクセント、イントネーションなどを教えています。英語で教えるコースなので、小さいつの音や伸ばす音とか、ピッチアクセントとか、特に英語母語話者の苦手とするものを多く扱っています。勉強になると思います。で、それだけじゃなくて会員になってもらうと毎月発音チャレンジというものに参加できます。文を読んでもらってここをこうするともっといいですよっていうアドバイスをします。なのでよかったらぜひチェックしてみてください。はい、では今日も、ここまで聞いてくれてありがとうございました。皆さん良い一日をお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。